はい、こんにちは。今日はね、ACV 過去後編やっていきたいと思います。前回地上を走るところまではできたので、引き続き水上を走れるように改造していくわけなんだけど、早速行ってみましょう。で、まずは水に浮くように本体に草を詰めていくのと、一部のタイヤにも木を入れときましょうかね。あと前回出力も航続距離もいまいちだったので、バッテリーを少し調整します。ひとまず出力を1本増やして、あとは予備電源を追加しとこうかな。よし、これで試したいところなんだけど、旋回性能が悪すぎるのも分かっていて、何回もスイッチバックすれば変えられるんだけど、それやってる間もバッテリーを消費するので、今回は力技で動かしてます。ここもなんとかしたいですね。とにかくいざ。陸上の走行は確認済みなので、これ何が起きてるのかというと、粘土の塊に乗り上げちゃってますね。こんにゃろ。よし。で、今走ってるところは浅瀬なので、普通に車輪走行で進んでって、問題はこの少し先で深くなってるところなんだけど、あれ？はい、これね、まず現実世界の話をすると、現実でいう外輪船みたいなパドルの仕組みだと、ある程度以上が水に沈んじゃうと、水の抵抗の方が大きくなって前に進めないんだよね。で、この前のこの世界ならではの車輪で進む現象も、水の上に浮いてる状態が最高の効率になるので、今のこの沈み方だとどっちの理屈でもまともに動けないってことになります。とはいえ、私の中では第一段階クリア。どういうことかというと、タイヤで動けることはもう分かってるので、今回はスクリューを使った動力が主体です。さっきの浮き方は結構本物に近かったので、あれでいいとして、あとはスクリューをつけていきます。って言ってもね、モーターが足りなくなってきてるので、一つはこいつから外すしかないかな。本当はね、ACV を作る時にはこのドリル洗車をベースにする予定だったんだけど、他のベースを使うことにしたので、もうこいつの出番がないんだよね。で、あと一つ足りない分は取りに行くしかないかな。こいつは風車の相手をするには向いてないんだけど、あれ、そっか、こいつベアリングが暴れる問題を直してなかったんだっけ。おとなしく作り直して、おりゃ。とにかくこれでモーターが揃ったので、作業場所に戻ります。はい、じゃあ本題に戻ってスクリューを作っていきましょうか。角度は実績のある45度にしときます。左右対称にも作りやすいんでね。左右のスクリューを作ったのと、
簡単な土台でテストしてみたところ、ちゃんと動きますね。これを本体につけていくわけなんだけど、そもそも配線をつけるところからですね。スイッチをメイン動力と分けたいのと、左右別々に動くようにしたいんだけど、すでに実績がある操作パネルをドリル戦車から取ってきたので、これを使います。スクリューの位置をできるだけ正確に合わせつつ、通電チェックとかやりながら、うまく配線できてない場所とかを修正していきます。細かい部分は後から調整するとして、ひとまずこんな感じでいいかな。あとは走行を元に戻して、この段階で試運転しときましょう。いざ。これスクリューを左右分けてるので、その推進力って旋回性能が上がるかとも思ったんだけど、スクリューが小さすぎるせいか特に効果は見られませんね。とりあえず前回のラストと同じルートでまっすぐ向かってみましょうか。前回と比べてスピードが若干上がってはいるんだけど、ちょっとこっちのルートは遠いんだよね。まあとにかく前回の砂浜にちょっと当たりどころが悪くって車輪が一つもげちゃったんだけど、まあ車輪が一つもげたぐらいだと走れることも分かってるし、このまま海へ。でこの先が本題の海なんだけど、よし、ここで車輪のスイッチをオフにしてスクリューをオン。あれ？全然進んでないですね。車輪がもげたのもあってバランスが悪いのかと思って手動で傾けたりもしてるんだけど、目立った効果はないかな。多分そもそもスクリューが小さすぎて十分な推力が得られないってことなんじゃないかな。はい、問題点が今2つあって、それは旋回性能と水上の推力。まず旋回性能の改善のために1輪目をスクリューと連動させることって左右別々に進むようにしてみます。2輪目と4輪目は今まで通り前進と後退を切り替えれる仕組みなんだけど、1輪目だけは右だけを動かす、左だけを動かすってな制御ができるようになるので、これによって旋回性能を上げるってな算段です。試しに動かしてみた感じ、画期的ではないんだけど今までよりはマシになった気がするよし、いっぺんこれで動かしてみますか。いざ。さっきのルートはちょっと海が遠すぎたのと旋回性能がマシになったってのもあって、ちょっとルートを変えます。砂漠を左側に迂回するルートですね。このルートを目指す理由は他にもあるんだけど、それは後に置いといて、とにかくちゃんと海を進めました。この段階では旋回性能を試すだけのつもりだったので、スクリューは
まだ強化してないんだけど、ちゃんと進めてますね。あれ？言ってることおかしくないか？さっきはスクリューのせいで進めてないと思ってたのに、進めてますね。とりあえずこれ駆動系の作業が終わった直後で、前面の武器と装甲をつけるのを忘れてるんだよね。少なくとももっぺん取り直すとして、ちょっとね、いろいろ考えてたんだけど、結論が出る前に電池が切れちゃいましたね。はい。何か見落としてるような気がするんだけど、とにかく進めることは分かったので、プロペラを強化したのとバッテリー周りの細かい調整をしました。気になる点は、さっき草を入れ忘れてたので、もしかしたらそれがポイントなのかと思って外してるんだけど、まあとにかくこれで行ってみます。いざ。で、なんであっちの方向を目指してるのかというと、あの辺、この前小型ジェットを試してた時にロケットエンジンを落っことした方向なんだよねなのでこれでゲットできればってところなんだけど、あれ？動かないことはないんだけど、明らかにさっきより遅いですね。スクリューは明らかに強化されてるはずなんだけど、さっきの映像と何が違うんだ？あ、わかった。これ前輪で走ってる。なるほどね。さっきうまく進んでた手芸員は前面の装甲をつけてなくって、重量バランスが後ろに行ってたことみたいですね。これによって前輪が水面に出て、そこを高速で水かきしてたので、それによって進んでたみたいです。試しに力技で後ろ重心にすると、さっきと同じくらいの時速5キロくらいで進めました。ただこれはすでにシャビムワーゲンの時に確認済みの現象であって、つまり今回主役にしたかったスクリューはあんまし役に立ってないってことですねまあこれももちろんスクリューが小さいってのが原因の一つでもあるんだけど、今回はモチーフにしてる乗り物のサイズに合わせたかったのと、大きなスクリューで回すのはすでに実績もあるので、まあ一応乗り物としては癖がありつつも使えないことはない車両が出来上がったんだけど、今回スクリューに関してはまだ課題があるってな結論かな。ということで ACV 後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ若干惜しい感じはあるんだけど、このくらいの強度を持った乗り物で敵地を標高突破したり大陸間移動ができるってことを考えると、あながち捨てたもんではないですね。でこの後たどり着いた場所から電池も切れた状態で
この先どうするかってなことを考えながら周りを偵察してて気づいたんだけど、これ実は途中通過した浅瀬でリゾート地とつながってたみたいで1分ちょい歩いたら帰れちゃいましたねで、スクリューに関しては今後何かひらめいたらまた試すとして、今度は他の動力で水陸両用を試してみようかな。ということで次回は水陸両用ジェットやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。